んちは、モーリーです。旅をチコ投資ということで、沖縄の神に呼ばれないといけない島、一生に一度は行ってみたい久高島の旅をお届けいたします。初めて行った神の島は信じられないことがたくさん発生して奇跡の旅になりました。ぜひ大画面で何度もゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄本島南部南城市の東の海に浮かぶ久高島は神の島とも言われる沖縄屈指の聖地です。面積は約 1.38 平方キロメートル、人口はおよそ200人前後と小さな島ながら、その神聖な雰囲気と独特の文化に惹かれて多くの人が訪れます。久高島は琉球神話の創世神天御清が降り立ち、国づくりを始めたとされる伝承が残る場所です。島の至るところに宇滝と呼ばれる聖地が点在し、今も神事や祭祀が島の生活に深く根付いています。中でも遺財法という儀式は12年に一度行われる女性の継承儀式として知られていましたが、現在は後継者不足により休止中です。島では自然を壊さない暮らしが大切にされており、自転車でゆっくり一周できる道のりに美しいビーチやサンゴ礁、静かな集落が広がります。立ち入りは禁止されている場所もあるため、観光の際には現地のルールを守ることが重要です。グルメは島の風土と文化が色濃く残る独特なもの。中でもイラブー汁は特筆すべき一品で、燻製にした海蛇を煮込んだ濃厚なスープです。かつて琉球王府にも献上されていたという滋養強壮の料理です。アクセスは沖縄本島南部のあざま港からフェリーで約25分、高速船ならわずか15分、便数は少なめなので事前の確認が必要です。島内は徒歩かレンタサイクルでの移動がメインで、日帰りも可能ですが、夜の静寂や星空を味わうにはぜひ一泊をおすすめします。まさに一生に一度は訪れたい大人の穴場旅行先久高島を一緒に楽しみましょう。はい、こんにちは、森です。旅を自己投資ということでね、ちょっと落ち武者みたいになってますけど、今日から神の島と言われる久高島に行きたいと思います。神に呼ばれた者しか行けないという島なんで、呼ばれましたね。行ってみたいと思います。さあ、到着しました。なんとトゥクトゥクとかまであるじゃないですか。本当に神の島なのか。神がトゥクトゥク乗る。とりあえずね、宿に荷物を置きに行きたいと思います。いきなり来たかよ。いきなり神は試練を与えてくるか。きつい。ここや。ここですね。ハウス南里。はい、こんな感じで一軒家タイプの宿になりまして、中入ると本当に普通の一軒家みたいになってまして、テレビもあってケトルとかもあるし、テーブルもあって、はい、布団とかもちゃんとあります。タオルもあります。でこっちに行くとキッチン、冷蔵庫もあるし、料理なんかもできますね。なんとガス乾燥機があるんで、僕泳ぐ予定だからめっちゃありがたいですね。これ洗濯とね、でドライヤーもありますね。ただお風呂はシャワータイプですね。トイレも清潔な感じなんで全然いいですね。ありがたい。それではね、今時間が12時なんでご飯食べに行きたいなと思います。この辺に徳人っていうお店で海蛇の料理が食べれるみたいなんですが、嘘だろ。なんと食事どころ徳人改装中。マジかよ。臨時休業なんてこった。でも久高島宿泊交流館にて営業中ってなってるな。今日はちょっと違うとこ行きましょう。さあ、それではパーラーハリー、評価も高いんでね、ここ行きたいと思います。はい、メニューがこんな感じになってて、なんかどれもうまそうですね。沖縄そばのフィッシュサンドもタコライスも美味しかったっていうレビューがあるんで、沖縄そばとフィッシュサンド食べようかな。なんとフィッシュサンド売り切れで、アメリカンドッグ頼むか、タコライスするか。きっと沖縄そばとタコライス多いな。アメリカンドッグは逆にちょっとちっちゃかった。はい、それでは沖縄そばいただきたいと思います。レビューにはね、この島で一番美味しい沖縄そばって書いてたんでね、どんなもんなのか楽しみですね。
優しい味。確かにこの島で一番うまいわ。まだ一つ目やけどな。続々お客さん来るな。肉早期。素晴らしい。タコライスいただきます。これはうまい。これもうやな。うまっ。あとはホットドッグいただきます。うまっ。めっちゃサクサクに揚げられててうまい。あとこれですね、島グワ唐辛子ね。これコーレクースとまた違うのか。自然食品。これもちょっとかけてみるか。おお、結構入ってもうた。やべえ、やべえ、あるあるっすね。これ撮影しながら入れると入れすぎるっていうね。いただきます。めっちゃピリ辛や。でも引き締まる味がうまい。いやでもね、ここの島に来て正直僕結構がっかりしたんですよ。神の島って聞いてたからすごい神聖な島っていうイメージが強くてですね、それを期待してきたというか、まあもちろんこれからそういう部分見ると思うんですけど、でもなんか着いた瞬間に電動キックボードは借りれるわ、トゥクトゥクは借りれるわみたいな、どこが神の島やねんみたいな正直思いました。ちょっと残念です。観光地化されてしまってね。でも確実にここについて思うのは時間の流れが全然違う。めちゃめちゃゆったりしてる。やっぱ空気って大事っすね。東京とかもそうじゃないですか。東京に行くとなんかみんなやっぱせか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 してるからのんびり歩いたりできないですよね。前もね、そう伊是名島だったかな、30キロで車走らせても全然イライラしないみたいな話をしたんですけど、まあそれに近い感じですね。これは神の力でこうゆったりさせられてるのか、これから検証したいと思います。素晴らしいです。はい、ここで自転車とか借りたいと思います。カード使いますね。さあ、これを借ります。はい、それでは行きましょう。ちょっと一旦宿に忘れ物したんで、それを取り戻ります。のんびりこの自転車旅、いいっすね。小さいし、道もほぼ一本道みたいな感じなんで。あっちもなんか書いてんな。ミガー、イザイガー、どっちがどっちや。どっち行くべきか。悩むな。イザイガーこっち近いか。明日行くか。明日後でいいわ。ミガーにしよう。あれもう終わり？何これ？定休日？おい！入ってはいけない。イザイガーの方にも行ってみるか。こっちも、ここもなんか入れないようになってる。あ、そうだよね。入れそうやけど、ここは何なんやろ。うわ、ここすごい。絶景。おお。お、素晴らしいじゃないですか。ここがイザイガーなんですね。奥に木があって拝めるようになってます。じゃあ次はヤグル川っていうところに行ってみようかな。さあ、ヤグル川、おお、上から見ると綺麗。これは素晴らしいな。ああ、この手つかずな感じ、パワーを感じますね。そしてこっちを見ると素晴らしいビーチ。いやー、泳いだら綺麗そうやな。これは何？ここで終わり？ここで終わりな感じやな。なんでここで終わってるんやろ。これも意味深やな。ヤグル川、ちょっと調べてみるか。ヤグル川は沖縄の久高島にある神聖な井戸の一つで、島の伝統的な信仰によって重要な場所ですと。久高島は神の島として知られ、島内には多くの歌木や聖地がありますが、ヤグル川もその一つとして大切にされていますと。久高島は水資源が限られており、昔からこの井戸は島民の生活に欠かせないものでした。かつては飲み水や生活用水として使われていたと。どこに井戸があるんやろ。この辺？あ、この辺かな。お酒置いたりしてるけど、いろいろとあるけど、どこがもともと井戸だったんかはちょっとわからないですね。ここだったんかな。謎ですね。はい、それでは次の場所行きたいと思うんですけど、どっちや？人が歩いてるからあっち行くか。
久高島不合宇滝。久高島の中央西側にあり、琉球開闢神話にも登場する七宇滝の一つです。昔から背地高い宇滝として琉球王府からも大切にされてきましたと。奥にある円形広場は異財宝や不破枠行事などのなんとかとなっており、人々にとって最高の聖域です。何人たりとも出入りを禁じますと。ここっすね。この円形のところ、こっから行けるのか。こっからも立ち入り禁止ですね。しかし神聖なものを感じる。何かの声が聞こえる。何の声や、神の声か。消えた。いやー、ここまでね、なんか風を感じる旅もなかなかないっすね。お？こっちは違うの？ここなんか吸い寄せられるな。よし。なんだここは。ここは何？休憩所？久高休憩所ですね。いや、しかし海こんだけ曇ってて、これぐらい美しいからめっちゃ綺麗ですね。ここも休憩所か？ここがロマンスロード東屋ですね。ここから絶景がいろいろ見れますね。ここの休憩所もなかなか見応えありますね。おお。素晴らしいよー。自転車倒れた。おい、ちゃんと整備してくれ、自転車。おお、ここもいいね。おお、綺麗。じゃあそれではガジュマル見ようかな。ガジュマル見てちょっと泳げるタイミングを測りたいと思います。トゥクトゥクできてる。島旅ってね、見どころだけ何点か行って、それで、はい、制覇みたいな。そこじゃないんですよね。島旅の魅力って。で、やっぱ僕は思うのは、宿泊した方がいい。それで初めて島旅の良さがわかる。制覇するとか、スポット全部クリアとか、そういうゲームじゃないんですよ。島旅は。うわーみたいな。何もやることねえとか、暇やなとか、いつになったら天気良くなるんや、それまでどうしようとか、そういう時間を楽しむのが島旅の魅力なんですよね。それが分かってくると、やっぱこう3時間だけ滞在してスポットバーッと網羅して帰るみたいな旅の仕方は多分しなくなると思います。やっぱね、夜にかけて感じられる雰囲気と朝目覚めた時のやっぱり観光客が少ない、ほとんどいない空気感っていうのは全然違います。これ皆さんにぜひ感じてほしい。久高島も普通は泊まるところではないかもしれないですけど、ぜひ泊まってみてほしいなと。まだ俺泊まってないけどな。今から泊まるとこやから何を偉そうに言ってんねんみたいな話ですけど、実際に僕今日泊まってみて、その良さにも気づいて改めて皆さんにそこら辺お伝えしたいと思います。これですね、ガジュマル。パワーを感じるな。おい、なんかちょっと小腹空いてきたね。チャリ乗ってたらあんだけ食べたけど、カフェ行きたいと思います。この辺な気がするんだが、閉まってる。これやな。なんかカフェの買ってた跡がある。もう閉まってるやん。
なんてこった。売店行くか、売店。売店で買い食い。どこ行ったらいいかな。このまままっすぐやな。よし。カフェも開いてなく、仕方なく商店に行きたいと思います。やってまいりました、商店。はい、先ほど売店の自販機であったかいカフェオレ。別に紹介するまでもないですけど、そういう時間がありがたいですね。ああ、うめえ。パン買いました。結構昼食べた気がしたんですけど、自転車走らせるとちょっとお腹空いたな。不思議やな。完全にカロリーがマイナスになってるんでしょうね。いただきます。あんまあんま。いや、本当に正直もうやることがない。泳がんかったらもう夕日の時間まで何もやることがない。大事っすね。暇やなみたいな。人生にやっぱりこう1年に数回はね、こう何もやることねえみたいなね。ここでなんかネットフリックスとか見れるみたいなんで、もうネットフリックスとか YouTube 見れるんで、モーリーチャンネル見とくといいかもしれないですね。モーリーチャンネルをただ見て、ちょっと休憩がてら海見に行ったりとか、夏だったら泳ぎに行ってまた帰ってきたらここでモーリーチャンネル見てみたいね。ありやと思います。素敵な生活だと思いますよ、僕は。そう、今から泳ぎに行こうと思うんですけど、なんと天気予報はなんかもうずっと曇りになってしまって、もう絶望的だったんですけど、見えてきてるじゃないですか。神よ、晴れ間が。太陽の暖かさを感じる。太陽ってこんなに暖かかったんですね。めっちゃ寒いけど、テント泊してる人もいる。テント泊してる人がいるから泳いでる人がいてもいいでしょう。半端ない。名義浜、風がすごい。でも雲は薄くなってきてる。確実に泳ぐか。行こう。透明度は素晴らしい。水温はそこまで冷たくないな。でもこの辺冷たい。冷たっ。冷たっ。これはやばい。やるしかない。ここまで来たらもうやるしかない。頼む。なんと今シュノーケリングが終わって外そうとしたらこれが壊れた。ありがたい神様、ちゃんと最後まで全うしてくれと。買い替えろってメッセージくれるんですね。ありがとう。これでたくさん稼いでくれたのか。ほんまに。早く部屋戻ってあったかいシャワー浴びよう。ホームに戻ってきました。はい、それではシャワーも浴びて、今5時35分ですね。夕日を見に行けそうなんで、夕日を見に行きつつ、ちょっと居酒屋予約しとこうと思います。さあ、無事に予約できた。予約というかなんかもう大丈夫だと思いますみたいな感じで、名前も聞かれなかったですけど、これで行って空いてなかったらもうブチギレっすね。これがピサラ浜。浜がいっぱいあるんですね、この辺。この辺の浜はなんか結構石がゴツゴツしてて、なんかそこまで綺麗じゃないみたいな話も聞きましたが、ここ降りてしまう。
また登るの大変やのに行ってしまった。でもいいじゃないですか。なかなか見応えがある。この僕の姿だけ映ってるのがまたいいっすね。またここ登るんか。きっつ。最高。来た。危ね。意識してないと見逃すとこやった。これが石木浜。まあ景色的にはなんかさっきの浜とほぼほぼ同じような感じはするけど、砂浜をこうちゃんと踏めるのはいい感じですね。綺麗なビーチっていうよりは秘境感あるビーチって感じですね。なんかあるな。ここにもなんかいろいろありますね、謎のものが。このビーチの横にもなんかこういう祀られてる感じなものがありますね。パンクしそうなぐらいボコボコや。はい、ここが島地浜ですね。ここもまた広がりを感じるような浜ですね。この景色なかなか雄大な感じ。以上、島地浜でした。ビローの森、そこを今走りましたね。こっから先は徒歩。はびゃーん。なにこれ。はびゃーん。これがはびゃん岬。いい感じじゃないですか。奇跡的に。ちょっと角度悪いかミスター。ここじゃなかったか。さあこっち側まで行けば夕日見れるか。久高島の最北端。すごい。絶景。これもすごい。ここもギリギリ夕日見れるかもな。いやー最高っすね。終わってみれば最高。もう天気良くならんのじゃないかなと思ってたけど、いやー素晴らしい。ありがとう。久高島最北端から浜町湖通し来ましたね。あれこっか。やばい迷った。こっちやこっちや。ついた危ねえ。よっしゃ。さあそれでは飲み歩き行きたいと思います。さあここ行きたいと思います。メニューはこの4つプラスイラブー汁で全部定食みたいになってるみたいですね。イラブー汁を頼みました。そしてフンチャンプルも一応頼みました。ここセルフで自分が飲みたいやつを取るみたいな。ありがとうございます。いただきます。麦職人。これ伊是名島でも飲んだ。最高っす。これがイラブー汁。しかもなんかいろいろついてる。普通にこれ2セットするのか、この定食系が。はい、それではこの久高島名物イラブー汁ですね。いただきます。どんな味か全く想像がつかん。今日も出会いましたね。海の中でイラブー、海蛇ね。何の味なのこれ。普通の美味しいスープですよ。じゃあそれではヘビ食べてみます。やっぱ骨が多いですね。うまい。骨が多いけどうまい。なんか感謝して食べれますね。けど普段食べたいかというとそういう感じじゃないです。ここに来たからやっぱ食べとくかみたいな。で全く食べれないとかじゃない。僕らが普通に食べてる、例えばカニ、うまいなと思ってるカニとかカキとかね、タコとかもそうですよ。他の国からしたら何を日本人食ってんねんみたいな。だからね、自分のね育ってきた文化で全然変わるっていうことです。勝手に僕らの常識を他の国の常識に当てはめないで考えたいですね。そんなことを今カニが教えてくれています。
泡盛飲みたいけど、泡盛だけは単品のメニューないんでどうしたらいいんやろ。ちょっと聞いてみようかな。この前にフーチャンプルだけ食べよう。うまそう。これはうまい。ご飯が進むな。これ泡盛とかはボトル買うしかないんですか？グラスとかあるんですか？ありました。アジを頼んだら卵を引きましたが、なんかつが何かは分からない。生姜入りでうまい。これはいきます。いやー、やっぱ島らしいね、楽しい体験ができましたね。ヘビはね、めったに食べないって言ってました。血行が良くなるって言ってるけど、別に実証されてるわけでもないからどうなんだろうみたいな感じで島の人は言ってました。でもいいよと。で、今日海を泳いだことを言ったら大丈夫みたいな心配されました。で、イラブーにあったよって言ったら、それはもう運がいいねみたいな。よかった。それだかっすね。お、まだ売店開いてるから売店でちょっとおやつだけ買って今日は終わりにしますか。はい、先ほどですね、ご飯食べた後に外歩いてたらめっちゃ星綺麗だったんで、星空撮影しようかなと思って、いろいろこう準備をしてさっき外出たんですよ。そしたらなんとですね、もう星が見えないぐらい曇ってて、しかも雨がちょっと降り出したんですよ。で、最初ね、最悪やなと思ったんですけど、ちょうどね、僕足ひれとか今日海上がった後ね、水洗いして干してたんですよね。それをやっぱ雨降ったら中に入れないといけないじゃないですか。それをね、神が教えてくれたんかなみたいな感じで思いました。もし星空見ようと思って外に出てなかったら、それすら気がついてなかった。いやー、素晴らしいなみたいな。さすが神の島。いやいや、お前こじつけてるだけやみたいな。何か起こっても全部神様がね、導いてくれたみたいな感じで言ってるだけやみたいな。いや、そうかもしれません。でもこの考え方ね、めっちゃ大事だと思ってて、今何でもそうじゃないですか。もう何でもこじつけてもいいんですよ。神様がこうしてくれたとか、自分の人生はこういう風に決まってたんだみたいな。なんか悪いことがあっても、多分試練だ。自分に対する試練だと。うまくいけば、こうなるようになってたんだって。こじつけでいいんですよ。こじつけでもいいからこう前向きに考えることで、やっぱ自分の気持ちはハッピーになるんで、何も悪くないじゃないですか。これも今回も星見れなかったから最悪やって終わるのか、星見れんかったけどこれ星を見に行ってたら雨降っててびしゃびしゃになってたし、出た瞬間に雨降って、最初降ってなかったんですけど、ちょっと歩いたら降り出したからちゃんと止めてくれたみたいな感じで思って、しかも足入れ干してたからちょうどよかったみたいな。もしこれ干してなかったら明日また雨に濡れて乾かさないといけないとか、もう濡れっぱなしでどこに片付けたらええねんみたいな状態になってたなみたいな。そういう風に捉えられるかはもうそこはもう自分次第なんですよ。自分の中に神様という何かこう一つの像を作って、その人が導いてくれた、その人がやってくれたって思うだけでいいと思うんですよ。僕そんなもんやと思ってるんですよ。僕正直科学的なことしか信じない人間なんで、あんまりその神様とかっていうのははっきりとは信用してない部類の人間だとは思うんですけど、でもやっぱり人それぞれの中にある何かこう信念だったりとか信じるものっていうのがあった方が人生がプラスになると思ってます。だから宗教なんかもあると思ってますし、宗教も本当は実在しないものであっても、それを信じる人がいて、それに心を救われる人がいるんだったら、それは一つの必要な形だと思いますし、皆さんも何か起こった時にやっぱこういう風になってたんだとかいう風に前向きに受け止めて、それを自分自身が切り開いたみたいな考え方でもいいし、そう神様、自分の中の神様が導いてくれたとか、例えば自分の亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか、亡くなった親とかね、なんかそういう人が守ってくれたとか導いてくれたとか、そういうふうに思うのはもう勝手じゃないですか。でもそういうふうに思うことでプラスになるんだったら、もう全然そういうふうにね考えていいと思うんでね。はい、それを今日は伝えるために僕も神様にここに導いてここへ来たんだなと思いました。しかもこうやって一軒家を今回たまたまピンと来て借りて、これがもしね民宿とかだったらこんな話もできないじゃないですか、うるさいからね。全ては導いてくれたんですね。ありがたい。というわけで今日は寝たいと思います。星見たかったけどな。なんか朝起きたら晴れてるぞ。ちょっと朝日見に行こう。奇跡が起こったか。どうなってるこれ。朝日どっちや？向こう？あっちなのか？いいの来ましたね。
いやー、ありがたいですね。もう完全に曇り予報やったんで、絶対もう朝日なんて見れないと思ってたけど、100% ね、最高な朝日ではないですけど、十分、樽を知るみたいなことを教えられるような、そんな朝日が見れましたね。ありがとう、神よ。それではここをチェックアウトしたいと思います。もうすっかり天気完璧に晴れましたね。いや、晴れると景色が全然違いますね。荷物もこのサバニさんに置かしてもらって、もうちょっと散策したいなと思います。はい、改めて昨日泳いだ海に来てみましたが、全然綺麗ですね。すごい、これはなかなかやばいぞ、今日も改めて泳ぎたいですけども、昨日スノーケリングが壊れたんでね、神様にあんま無理すんなと言ってくださるんですね。1個ね、なんか看板がないけど誰かが見に行ってたちょっと謎のスポットがあったんで、そこ行ってみたいなと思います。ここかな。さあ、ここ行ってみたいと思います。謎のスポット、ジャングルの切れ間に入っていく。来た、手つかずの自然感のある場所。はい、下まで降りてきました。結構ちゃんとしたビーチがあるんですね、こっちの。いいじゃないですか。ああ、日も差してきた。神よ。さあ、それでは昨日食べそびれたフィッシュサンド食べに行きたいと思います。こっちに来ました。さあ、フィッシュバーガーを食べたいんですが、なんと今日はクローズドやん。なんてこった、クローズドや今日。じゃああそこ行くか。何やったっけ、徳地にやったっけ、臨時でやってるとこ。上りって大事やな。阪神感半端ないわ。来た。どうしようかな。海ぶどう丼、なんと子供たちが作った無農薬トマト5個で100円売ってるやん。もうこんなん絶対買うしかないやん。このトマトもお願いします。あ、お金はそこに入れるんですか。トマトが入ってるけど、ここか。5個と言いながら6個とか入ってるなんて、子供たちはサービス精神が。じゃあ100円入れてこれをいただきます。よし、おいしい、いただきます。ちょっと寒かったんで沖縄そばから。あ、うまっ、あったまる。海ぶどう丼いただきます。お、うまっ。海ぶどうの味と海ぶどうの下に海苔とカツオ、これがめっちゃ合うな。なかなか予想外に絶品。トマトもいただきますか。子供たちが作ってくれたトマト。
ああ、有機野菜で第6回服や。じゃああとは楽しませてもらいます。なんとチャリにこの袋置いてたら鳥の糞されてるやん。神の力で運までいただきました。ありがとうございます。くそ。はい、高速船で帰るのでチケットを値上げします。はい、値上げしてこういう券に変わりました。でそこど真ん中でこれぐらいおおらかにのんびり生きろっていうことのメッセージですかね。いろんなメッセージくれるなこの島は。まさに旅は自己投資ということでこの旅を締めたいと思います。神の島と言われる久高島、皆様の目にはどのように映ったでしょうか。いやー、最初はねトゥクトゥクとか電動キックボードとかすごい観光地として整備されてるんで、これどこが神の島やねんみたいな、そんなパワーも感じないしみたいな、まあもうそもそも感じられる人じゃないんですけどって思ってたんですけど、1泊2日で過ごしてみて、もう天気予報もずっと曇りの予報だったのに、気がついたら大事なシーンでは晴れたりとか、夕日も見れたし朝日も見れたし、ね、晴れてるシーンも撮れたし、泳ぐこともできたしみたいな。で泳いだ後にはシュノーケリングが壊れてもう無理するなみたいなメッセージをもらったりとか、夜星取りに行こうと思ったら雨が降ってることに気がついてね、物が濡れないように気づかせてくれたりとか、いろいろとなんかメッセージをいただいたような気がします。でこのメッセージがいただいたっていうのも昨日の夜言ったように、僕がただ無理やりこじつけてるだけかもしれないですけど、結構このこじつけて考えるっていうこともめっちゃ大事なことだなと思いました。だから何でも前向きに考えるじゃないですか僕って。それも結構こじつけなんですよね。本来ならマイナスに考えてもいいことを無理やりプラスに持っていってるんですけど、でもこれって結構大事なことだなと。本当だったら全部晴れてた方がいいかもしれないですけど、ここで晴れてくれたみたいな、ありがたいみたいな感じを思うだけでもやっぱり考え方ってめっちゃ変わるんでね、こんなことを教えられた気がします。でこう終わってみれば曇りになってきて、なんかちょっと小雨が降ってきてるような気もします。いろんな方のここでの過ごし方がのんびりしてる、猫ものんびり過ごしてる、そういうねのんびり過ごすことの大切さも教えられた気がします。正直僕はなんかその祀ってるものがどういうパワーを持ってるかとか正直分かんないです。そこに関しては申し訳ないですけど、怒られるかもしれないですけど分かんないですけど、この島にいて得られるものが多かったし、もしかしたらそれこそが神の力なのかもしれません。そんなことを考えながら最後ねこうやって大事なところで噛んだりすることも神の力かもしれません。というわけでこの旅を終わりたいと思います。まさに旅は自己投資でしたね。それでは皆さんもぜひ行ってみてください。はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入るやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでね、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キリュリュックベストの新作キリュリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるものをここに入れとくことができます。し
かもですねキルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅地下投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。